今日は生チョコチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は生チョコチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はもうすぐバレンタインということで、バレンタインにもぴったりなチョコレートチーズケーキを作っていきます。作り方自体はですね、もう混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、グラニュー糖、卵、ココアパウダー、チョコレート、オレオクッキー、無塩バター。今回はこちらの材料で作っていきます。まずグラニュー糖なんですが、こちらはお好みの糖類を使って作ってみてください。そしてバターに関しましては必ず無塩バターを使うようにしてください。そして使うチョコレートなんですが、今回はブラックチョコレートを使っていきます。甘いのがお好きな方はミルクチョコレートで作ってみてください。そして今回のね、生チョコチーズケーキは下にオレオクッキーを敷いていきたいと思います。そして今回はこちらの15センチの丸いケーキ型を使っていきます。こちらは底付きタイプの型になります。今回は下にオレオクッキーを敷くので底抜けタイプでも大丈夫です。そうしましたらまず底の部分に丸くくり抜いたクッキングシートまたはオーブンシートを敷いてください。そして側面もね、このように切っていただいて、そして中に敷き詰めます。型はこのように準備しておいてください。ということで早速作っていきたいと思います。それではですね、まず下に敷くクッキー生地から作っていきます。こちらのバターを溶かしバターにしていきます。電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたら一度ね、よく混ぜてください。はい、バターの準備はこれで OK です。それではですね、続いてオレオクッキーを砕いていきます。こういったジップ袋の中にクッキーを入れてください。そして綿棒などを使って潰していきます。できるだけ細かめに砕いてください。はい、このように粉々に砕いてください。そしたら口を開けて、そしてこの中に先ほど溶かした溶かしバターを入れていきます。そして全体になじませてください。はい、でこのようにね、バターが行き渡れば OK です。そしたらこちら型を用意してください。この底の部分にクッキー生地を敷き詰めます。あとはゴムベラなどを使ってね、底に敷き詰めてください。はい、こんな感じでね、綺麗に敷き詰めましょう。そうしましたらこちらは使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。それでは続いて生地に入れるチョコレートを刻んでいきます。この後湯煎で溶かすので、できるだけ細かめに刻んでください。はい、このぐらい細かく刻んでください。それではもう1枚も同じように刻んでいきます。はい、チョコレートはこのように刻んでください。それではチョコレートをボウルに入れたいと思います。はい、OK です。では続いて湯煎で溶かします。別のボウルにお湯を注いでください。はい、でお湯の温度なんですが、だいたい60度前後のお湯を使用してください。そしてこちらボウルを置きます。ボウルを置いたら少しね、チョコレートを広げます。チョコレートなんですが、この後クリームチーズ生地を作っていくので、その間このまま放置して溶かしておきたいと思います。そうすると時短になるかなと思います。ではね、こちらこのまま置いておきます。それでは続いて生地を作っていきます。まず耐熱のボウルにクリームチーズです。こちらのクリームチーズは冷蔵庫からすぐ出したてのもので、まだ硬いので一度電子レンジで加熱して少し柔らかくしたいと思います。こちらをこのまま電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらですね、こちらをゴムベラで練っていきます。柔らかくなるまで練りましょう。はい、OK です。このようにクリーム状の柔らかい状態になるまでしっかりと混ぜてください。でもし30秒温めても硬い場合はプラス10秒加熱してみてください。それでは続いてこちらにグラニュー糖を加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、だいたいね30秒ほどかき混ぜてください。それでは続いてこの中に卵を割り入れます。そして混ぜます。
はい、よく混ざったら OK です。そうしましたら続いてココアパウダーをふるって加えます。はい、そしたら混ぜましょう。ダマにならないようにしっかり混ぜてください。生クリームを入れた後にココアパウダーを加えると少しダマになりやすいので、生クリームを加える前に入れてみてください。はい、このようにしっかり混ぜてください。それでは続いてここに生クリームを加えます。一度に加えちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。はい、このようにしっかりと混ぜてください。それではね、先ほど湯煎に当てていたチョコレートです。このチョコレートを最後までしっかりと溶かしていきます。このように混ぜてチョコレートを溶かします。放置するだけでこんな感じで溶けてくれるので、他にねやる作業がある場合は放置していただくといいかなと思います。最後ね、仕上げにこのように混ぜながら溶かしてください。はい、チョコレートが綺麗に溶ければ OK です。そしたら湯煎から外します。それでは続いてこちらの2つの生地を合わせていきます。この生地なんですが、冷たい状態でチョコレートを加えるとチョコレートが固まってしまう時があります。なのでこちらの生地を軽く温めたいと思います。電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。加熱したらですね、この中にチョコレートを入れていきます。はい、入れました。そしたらよく混ぜましょう。はい、これで生地の完成です。こちらを型に流し込むんですが、その前に一度こちらの生地をこしたいと思います。そうすることでとても滑らかで美味しい仕上がりになります。では生地をこしていきます。はい、こしました。こし終わったら一度ね混ぜてください。そうすることでとても滑らかな生地になります。ではね、冷蔵庫から型を取り出して生地を流し入れてください。はい、流し入れました。そしたらね、表面をならします。ゴムベラでねこうやっていただくと平らになりやすくなります。あとは竹串などを使ってこのようにぐるぐるぐるっとやると表面がね平らになるので、どちらでもねやり方は OK です。そしたらですね、少し高いところから 2,3 回落とします。そうするとね、中の気泡が抜けてくれます。それではこちらを天板に乗せて160度に予熱したオーブンで45分焼いていきます。はい、焼き上がりました。こんな感じに焼き上がってます。焼きたてはね、このように表面がプルプルしてます。こんな感じです。プルプルの状態になってます。そうしましたらこのまま粗熱を取って冷まします。粗熱を取って冷ます時は表面が乾燥しないように上にキッチンペーパーをかぶせて冷ましてください。はい、ケーキが冷めました。そしたらですね、ここにラップをして冷蔵庫で半日冷やしたいと思います。型に入れたまま冷やしてください。はい、半日経ちました。このように美味しそうに仕上がってます。それではね、こちら型から外したいと思います。はい、型から外しました。このようにね、とても美味しそうな仕上がりになってます。それではですね、最後こちら分量外なんですが、生チョコ風に上にココアパウダーをかけたいと思います。ではかけます。はい、これで完成です。はい、これで生チョコチーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにずっしりと美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、中身はこのようにとても濃厚でずっしりな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。おー、すごくずっしり濃厚ですね。いただきます。美味しい。すっごく濃厚です。そして食感も生チョコみたいに柔らかい仕上がりになってます。柔らかいんですけど、その分ずっしりしてるのですごく濃厚です。美味しい。そしてこのオレオクッキーがすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の生チョコチーズケーキのポイントです。まずチョコレートなんですが、こちらは必ず湯煎で溶かすようにしてください。電子レンジで溶かしてしまうと焦げてしまうことがありますので注意していただけたらと思います。この時の湯煎の温度はだいたい60度ぐらいを目安にしてみてください。
そして今回はですねブラックチョコレートを使ったんですが、こちらはお好みでミルクチョコレートを使っていただいても大丈夫です。そして生地を作る時のポイントなんですが、生地を作る時は材料を1つずつ加えてその都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そしてチョコレートと合わせる時なんですけれども、クリームチーズの方の生地が冷たいとチョコレートを加えた時に固まってしまう時があります。なのでほんの少しだけ温めて、その後チョコレートを加えて混ぜるようにしてください。そして生地が出来上がったら一度こしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。そして焼き上がった後なんですが、焼き上がった後はねちょっとプルプルしてるのでちょっと半生かなと思うかもしれないんですが、冷めるとしっかり固まるので、焼き終わったら乾燥しないようにキッチンペーパーをかぶせて、そして粗熱を取ってしっかりと冷ましてください。そして常温の状態で冷めたら上にラップをして、その後は冷蔵庫で半日冷やしてください。そうすることでとてもずっしりで濃厚な仕上がりになります。最後ですね、今回分量外なんですがココアパウダーを上にかけました。こちらは生チョコ風にね仕上げるのにかけたので、このココアパウダーはお好みでかけてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は生チョコチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。